皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性と有用性を検問する動画を配信しています。代謝反応ネットワークに対する数式モデルは通常代謝物濃度の時間変化を表す微分方程式の形で与えられます。もしそのシステムに定常状態が存在すれば、最初にその定常状態における代謝物濃度を計算します。これはどのように計算すればよいのでしょうか。今回は定常状態における代謝物濃度の計算法について説明します。代謝反応ネットワークに対して構築される微分方程式モデルは次のように与えられます。ここで xi は i 番目の代謝物濃度、t は時間、n は代謝物の種類の数を表します。代謝物濃度の時間変化が0となったとき、システムは定常状態にあり、代謝物濃度は一定の値を取ります。バイオケミカルシステム理論、略して BST による代謝反応ネットワークの解析では、この時の代謝物濃度が必要になります。これはどのようにして求めたらよいのでしょうか。最初に思いつくのは、1式を2式の初期条件の下でルンゲクッタ法のような初期値問題解法により数値積分することでしょう。そしてすべての代謝物濃度の計算値が一定となったとき、これらを定常状態値とみなします。これで良いこともあります。しかし代謝反応ネットワークの場合、この計算法はとても危険です。なぜならば、計算値が正しい定常状態値ではないことがあるからです。この問題は微分方程式が硬い場合によく起こります。微分方程式が硬いとは簡単に言えば、ある代謝物濃度は迅速に変化して定常状態に達し、別の代謝物濃度は非常にゆっくり変化し、長い時間をかけてようやく定常状態となることを意味します。このような場合に1式を積分すると、ある時刻を過ぎた頃から全ての代謝物濃度の変化が遅くなります。その結果、誤ってこれらを定常状態濃度とみなしてしまうのです。次の例は実際に起こったことです。ある研究者が10個程度の代謝物濃度の微分方程式を0分から10分まで数値積分したところ、すべての代謝物濃度がほとんど変化しなくなりました。その研究者は、システムが定常状態に達したと考え、10分の代謝物濃度を使って定常状態感度を計算し、システムの特徴付けを行いました。残念ながら、求めた代謝物濃度は正しい定常状態値ではありませんでした。その一部の代謝物濃度は、さらに長い時間をかけて積分すると大きく変化するのに、研究者はこのことを見逃してしまいました。その結果、誤った定常状態値を使った感度の計算値は全く異なるシステムの特徴を与える結果となりました。それでは正しい定常状態における代謝物濃度を計算するにはどうしたらよいのでしょうか。これにはニュートン・ラプソン法のような求根法を用います。1式において
dxi by dt イコール0と置くことにより与えられる方程式へ求根法を適用し、代謝物濃度を計算します。それでは粘菌の修正 TCA サイクルモデルを使って説明しましょう。本システムは13個の連立微分方程式からなります。よって代謝物濃度、すなわち従属変数は13個となります。また酵素、補酵素などの濃度、すなわち独立変数が37個含まれます。その数式モデルは次の通りです。これらの式に別の動画で説明したニュートン・ラプソン法を適用しました。最初は定常状態値は分かりません。しかし今回は初期推定値として定常状態値に近い値を使い、計算が収束するようにしました。これは本法では定常状態値の近傍の値を使わなければ計算が発散してしまうからです。計算結果を示します。倍精度で計算しましたので、解は16桁で示されています。最後に求めた解を1式へ代入して計算した fxi イコール dxi by dt イコール0の値が10のマイナス16乗のオーダーまたは0であることから、定常状態値は正しく得られていることがわかります。このように1式のような連立微分方程式に対する定常状態値の計算では求根法の導入が必須です。ここではニュートン・ラプソン法を使いましたが、別の動画で説明した S システム解法によれば、広範囲の初期推定値を使って収束値を得ることができます。これについては別の動画でお話しします。本日のお話はこれで終わりです。いつもご視聴いただきありがとうございます。わからなかったら遠慮なく質問してください。チャンネル登録をお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。